さんこんにちは、今回は現代病の一つと言っても過言ではない腰痛についてです。この動画を見ていただいている方の中にも、慢性的に腰や膝の痛みに悩んでいる人が多いのではないでしょうか。腰痛になる原因は様々ですが、今回はその中でもストレッチに注目します。なんだストレッチかと思ったあなた、今から紹介するのは何の変哲もない普通の腰痛体操やストレッチではありません。あなたが最もやるべきストレッチや反対にやるべきではないストレッチなんです。つまり個人差があるポイントについての紹介です。要するに、あなたが本当に欲しい情報、必要な情報なんです。見なきゃ損です。では行ってみましょう。まずストレッチはやらないよりやった方がいい。はい、皆さんこの言葉どう思いますか？多くの人が正しい言葉だと感じるのではないでしょうか。しかし実際には間違っている場合もあるんです。それはどういうことでしょうか。両者の違いを見ていきましょう。まず正しい場合ですが、運動前のウォーミングアップや運動後のクールダウンとして行われるなら、やらないよりはやった方がいい。これは当然です。次に間違っている場合ですが、一般にストレッチを毎日繰り返すことで、柔軟性は徐々にアップしていきます。硬い筋肉の柔軟性がアップすること自体はいいことです。問題は特定のストレッチだけを継続して行っている場合です。この場合、硬い筋肉と柔らかい筋肉が別々にできてしまうことがあります。ストレッチしているのに硬くなるってどういうこと？こんな風に疑問に思ってしまうかもしれません。ストレッチしているのに硬い筋肉ができてしまう例としては、こんなパターンが考えられます。まず前屈のストレッチだけを毎日やっているとどうなるか。前屈でストレッチされるのは主にハムストリングスですが、ハムストリングスだけをストレッチしていると、腸腰筋や大腿四頭筋は反対に硬くなる可能性があります。ハムストリングスのストレッチの姿勢をイメージしてみましょう。ハムストリングスのストレッチでは必ず股関節を屈曲させています。この屈曲の姿勢に注目してください。体の硬い人の場合、股関節を屈曲させた姿勢を取ることに必死になってしまい、股関節を屈曲させる筋肉に力が入ってしまうことがあります。ここが問題なんです。というのも、スタティックストレッチ、いわゆる静的ストレッチはリラックスしていることが前提です。つまりリラックスして、ストレッチしないといけないのに、姿勢を取ることに必死になって余計な筋肉に力が入ってしまっているんです。実はこの股関節を屈曲させている筋肉こそ腸腰筋や大腿四頭筋です。もしこのような悪循環にはまってハムストリングスのストレッチを定期的に継続してしまえば、腸腰筋や大腿四頭筋は逆に硬くなっていくというわけです。一方では、腸腰筋や大腿四頭筋が硬くなることで起こり得るマイナス要素を見ていきましょう。一般的に良い姿勢では骨盤は前傾しています。
しかし前傾が強すぎるのは、マイナスで腰に負担がかかるんです。大腿四頭筋の柔軟性が低下すると筋肉の長さが縮んでしまうことで骨盤を無理やり前傾させてしまいます。そして、腸腰筋の柔軟性が低下すると腰椎の前腕が強くなります。腰椎の前腕が強くなると、腰の筋肉が緊張して腰を反った姿勢を強いられることとなり腰痛になりやすいのです。以上で腸腰筋や大腿四頭筋の柔軟性が低下すると腰に負担がかかる理由がお分かりいただけたと思います。思い当たることがあった人は適切なやり方を覚えるべきですよね。ポイントはさっきのポイント通りに行うにはまず自分の硬い筋肉を知ることが重要です。そこで簡易的にチェックする方法を紹介します。立位体前屈と後屈、上半身を前に倒す立位体前屈が苦手な人はハムストリングスや、腓腹筋の柔軟性が低下しています。まずは両足を腰幅に開き屈伸してつま先をつかみます。そこからお尻を天井に向けながら膝を伸ばします。これでハムストリングスがストレッチされます。ハムストリングスのストレッチ同様に最初は両足を腰幅に開きます。ここから両手を前方について両手に体重をかけお尻を天井に向けながら膝を伸ばします。この時かかとは床に近づけるように膝を伸ばすと腓腹筋がストレッチされます。上半身を後ろに倒す後屈が苦手な人は腸腰筋や大腿四頭筋の柔軟性が低下しています。両足を前後に開いて上半身を前方に移動させます。この時背筋を伸ばして胸を張ってください。後ろ足の腸腰筋がストレッチされます。手でつま先か足首を掴んで膝を曲げます。膝を後方に向けながら上半身を前に倒すと大腿四頭筋がストレッチされます。丸2、ニーベント開脚。この開脚で骨盤を前傾できない人はハムストリングスや内転筋の柔軟性が低下して膝が床から浮いてしまいます。バランスボールに座って両足をサイドに開きます。胸を張って背筋を伸ばしたまま上半身を前に倒すと内転筋がストレッチされます。この時膝が前に倒れないように手で押さえながらやりましょう。丸3、ストレートレッグ開脚。この開脚では骨盤の前傾はもちろんつま先が前に倒れてしまう人はハムストリングスの内側の柔軟性が低下しています。片足の膝を伸ばしたまま横に出して上半身を前に倒すとハムストリングスの内側がストレッチされます。胸を張って背筋を伸ばしながら
やりましょう。つま先は前に倒れないようにします。いかがでしたか？1から3までをチェックすれば、ある程度自分の硬さを把握できるはずです。スポーツ選手の場合は、競技の特性に合わせてもっと細かくチェックするべきですが、一般の人なら1から3で十分です。ぜひ自分の硬い筋肉を理解して優先的にストレッチできるようにしていきましょう。はい、皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうか？ためになった、参考になったという方はぜひいいねボタンをお願いいたします。皆様のいいねが励みになります。ご要望などございましたらコメント欄にぜひお願いいたします。 SNS 各種やっておりますので、Facebook、Twitter、Instagram チェックの方お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。